は美人投資母子名を臨書しました。母子とは個人の生前の人となりや業績などを石に刻んでお墓の中に収められた分のことです。この母子に刻まれているのは美人の父さんのことです。美人とは現代の美人の意味ではなくて、中国の王宮に仕える女官の階級だったようです。つまり美人という階級の女官である父さんのお話ですね。今日書いているのは書き出しの部分、美人で名前が父さん、弁州の人ですの部分です。この後の文章には出身地やお父さんは誰々でなど父さんの出生について語られます。出生に続いて父さんは大変よく親の言うことを聞き、また容姿はそれは美しい人だったと続きます。とはいえ母子名ですから人となりについて書くときに話を盛ることはまああるでしょうね。ですがあえて書いてあるということはやはりとても見目麗しい方だったのかもしれません。父さんは病に倒れ19歳でこの世を去りました。この後のこの母子を書いた方の苦しみや悲しみもこの母子にしっかりと刻まれています。前半の父さんを褒めたたえる文章から一転、世界は暗闇となり、毎日枕を涙で濡らしているよなんて書かれているのを見ると、父さんと深い関係だったのと感じています。実は父さん、隋の文帝の四男である周蜀王に仕えていたそうで、この文章は蜀王が書いています。役職が美人ということ以外わからないのですが、深く考えてしまいたくなるような文章ですよね。この美人投資母子名は隋の時代に発見された母子の中でも傑作だと言われています。これまでの楷書とは異なり、小さくて真四角または横広な字が特徴的です。全体的に小ぶりでコロコロっと丸みのある文字が魅力的だと言われています。まるで美人の父さんを思い起こすような文字とでも表現したらいいのでしょうか。書いていて思うのは一文字一文字の芯の強さです。美しい字形の中に一本スッと筋が通っている、そんな感覚を再現できればと思っていますが、なかなか難しいですね。定期的に戻ってきたくなる、そんな古典です。